この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、かっこいい表情をかけてますよね。イラストレーター名、はいせさん、二次三次、暗樹二次創作、タイトルが待ち合わせです。斉藤先生、こんにちは。今回は僕の好きなライバーのアンジュ・カトリーナを描かせていただきました。ものすごいかっこいい声なのに、行動や言動がとても女の子らしく、自分の持てる技術を全て費やして彼女の可愛い姿を描くことができました。今回添削していただきたいところは、まず今回の背景を火や雲はクリップスタジオの素材ブラシを駆使して初めて描いたのですが、先生の動画で紹介しているように下手でもうまく見えちゃうような裏技はあるでしょうか。また上手な絵師の方たちのメイキングを見ていると、自分では完成だと思っていたのにそれ以上の仕上げ工程がありますよね。この工程を自分の絵ではどうすればいいのかよくわからないままいます。最後に、自分は絵の中で特に瞳が好きで力を入れているのですが、もっと引き立てるにはどのような工夫が必要なのか知りたいです。長い文章読んでいただきありがとうございます。今後先生のご活躍お祈りしておりますとのことです。ですね、僕はアンジュ・カトリーナさん存じ上げなかったんですけど、検索するにあたって動画を見てみたらすごくかっこいい声の方ですね。そういう彼女のかっこよさがよく表現されているなっていうふうに思いました。あと、僕自身は割と元気なイラストが得意なんですが、大勢さんはきっと静かな絵が得意なのかなっていうふうに感じました。この絵もですね、静かな雰囲気なのにキャラクターの存在感があって目が引きつけられる絵だなっていうふうに感動しました。素晴らしいと思います。で、その上で、ハイセさんがおっしゃっている仕上げの工程ですね。その仕上げをですね、イラストに施していけばかなりいい絵になるかなっていうふうに思ったので、その点に着目しながら進めていきたいと思います。で、仕上げって何なのかっていうふうに思う人も多いと思うんですけど、別にね、仕上げって絵を派手にするような加工だけのことを言うわけじゃないんですよね。これは一歩間違うと、ごまかしになってしまいがちです。じゃあ仕上げって何を言うのかっていうと、これなんだよそれっていうふうに思われる方もいるかもしれませんが、一言で言うと、セルフ添削です。まあね、セルフ添削っていうといつも僕がこの動画でやってることになっちゃうんですけど、いやまさにそれが仕上げ作業なんですよ。セルフ添削のやり方はですね、簡単です。例えば僕がこの絵を見た時にちょっとここ気になるかもっていう部分、じっと見ていると一つや二つ出てくると思うんですけど、それをね書き込んでみるんですよ。例えばはいこんな感じでね文字で書いちゃうんですよ。例えばですね、なんとなく体つきをもうちょっと自然な感じにできないかなとか、あとね背景の天気、これがねもうちょっと違う天気だったらもっと合うのかなとか、あとは顔の表情を見た時にすごくかっこいい印象なんですけども、もうちょっと柔らかくなったらどうなるかなとか、あとは全体を見た時になんとなく画面が重たいような感じがするなとか、そういう違和感です。そしたらですね、もしそれを潰せるものがあったら潰していけばいいわけです。だって違和感を感じたわけですから、その違和感を1個でも潰せれば単純にもっといい絵になっちゃうでしょ。それがね、最も効果的な仕上げ作業なんですよ。やっていってみましょう。はい。じゃあまずですね、一番簡単そうなところから直していこうかと思うんですけど、画面がちょっと重たいなっていう風に思った原因はですね、これを消しちゃえば一気に解決しそうな気がします。やってみます。はい。もう一瞬でしたね。思い切って地面を消してみました。もしかしたら奥の地面が見えていた方が自然かもしれませんが、石垣に座っているのでちょっと高いところにいますよね。そしたら地面は見えなくてもいいかもしれませんし、そうすることで彼女が持っているかっこよさや気高さみたいなものをより強調することができると思います。あとはもう一つ気になってた部分として、違う天気だったらどうなるのかっていう疑問だったんですけど、今地面を消した理由でかっこよさや気高さといった言葉が出てきましたよね。僕はこの絵を見た時に、この絵のアンジュさんかっこいいっていう風に思ってほしいなって思ったんですよね。なんかですね、演出の方向が可愛いっていうよりもかっこいいっていう方に触れているような気がしたんです。なので天気についてもそのかっこよさをより強調するような天気にするのがいいかなっていう風に思ったんです。なのでこうしちゃいます。
はい、曇り空にしてみました。そして、こうします。はい、雲の切れ間から差し込む光ですね。どうですか？めっちゃかっこよくないですか？晴れている雲も爽やかでいいんですが、こうした方が何気ない表情なのになんかかっこいい、気高い生物を見ているみたいだっていうね、見ている人の感情に寄り添うような表現になると思うんですよ。あと画面手前側にも差し込む光追加します。はい、こんな感じです。見比べるとほら、どうでしょう。特にキャラクターについては手を入れているわけじゃないんですけど、すごくかっこいい雰囲気になったんじゃないでしょうか。で、次に気になっていた部分として、体つきをもっと自然にできないかというのがありました。もしかしたら、ハイセさんはもう気づいているかもしれませんが、少しですね、この絵のアンジュさん、どこかわからないんですけど、なんとなく体に違和感があるんですよね。で、そういう場合、原因はどこかというと、大体ですね、隠れている部分にある場合がほとんどです。隠れている場所、このコートの下ですね。なので、こういう場合には、とりあえずコートの下を描いてみるんですよ。やってみます。はい、描いてみました。そうするとですね、ちょっと上半身が小さかったり、あと少しそれに対しては首が長いかなとか、そういう違和感に徐々に気づいていくと思うんですよね。なので、この段階でそこを修正してみます。バランス調整していきますね。はい。こんな感じですね。ついでに若干、アンジュさんの体勢も後ろに持ってきて、木に体重を預けてみました。この体重を何かに預けるっていうのもですね、結構かっこよさにつながる場合が多いですので、そこもポイントですね。で、この段階でコートを表示すると、多分ね、ずれてますから、はい、ずれてますよね。このずれた部分や足りない部分を補完しながら自然に着せてあげましょう。やってみます。はい、こんな感じでですね、体つきを自然に修正することができました。ちょっとね、隠れている部分描くのってちょっと面倒なんですが、描いちゃった方が結果的に早く不自然さに気づけますので、何か違和感あるなっていう時は面倒くさがらずに、隠れている部分を描いてみてください。絶対ね、良くなると思います。で、ここまででも十分なんですが、次に気になっている部分として、顔の印象をもう少し柔らかくしたらどうなるっていうのがありました。これちょっと気になってたんですが、僕はね、このイラスト見た時にかっこいいなっていう風に第一印象で思ったんですが、ハイセさんはコメントで可愛く描けたって言ってますよね。そこがね、ちょっとギャップがあるなっていう風に思ったんですよ。もしかしたらね、僕だけがかっこいいっていう風に思ってしまった可能性はあるんですが、見ている人によってはね、もしかしたら僕と同じように、アイセさんが可愛いを表現したのに対して、見た人がかっこいいってね、ギャップがあったりしないかなっていう風に少し違和感を感じました。これね、もしかしたら、ハイセさんが表現したいイメージって、かっこいいじゃなくて、可愛いに寄せたかったのかなって思うんですけど、だとしたらもう少し可愛いに寄せることもできるかなっていうふうに思ったんです。
これですね、結構難しいバランス調整になってくるんですが、アンジュ・カトリーナさんの動画を見ていたら、かなり声がかっこいい方なので、むしろこの目つきはすごく本人の印象に合っていていいかなっていうふうにも思ったんですけど、もし可愛いという印象を強めたい場合には、こういう調整もありかなっていうふうに思います。やってみます。はい、今何をしたのかというとですね、修正前はこんな風に白目が多めでしたよね。白目が多いとですね、結構男っぽさの強調になっちゃったり、あとはやりすぎると凶暴に見えてしまう場合があるんですね。なので、可愛いに寄せたい場合には、こんな風に白目の面積を減らしてあげると効果的だったりします。ほら、ちょっとね、柔らかい表情になったでしょ？あとは、こんなのもありかもしれません。はい、若干ですね、前髪で目を隠すですね。これはですね、少しミステリアスな感じだったり、大人びた雰囲気。そして、この絵のタイトルは、待ち合わせですから、アイセさんが、よっ、待ったっていう風にね、アンジュさんに声をかけたとき、ふとアンジュさんが振り返った表情という風に想像しながら見てみてください。これを想像しながら見てみるとですね、ほら、なんとなく目が隠れていた時の方が飾らない表情で、少しこう、ドキッとするような感じがありませんか？で、さらに頭のシルエットも少しだけ可愛いニュアンスを追加していきます。はい、ボリュームをですね、若干下の方に持ってきました。こっちの方が女の子っぽいシルエットになりますよね。なので、全体的にかっこいい雰囲気の中に、でもこの子はすごく可愛いっていうね、可愛さを紛れ込ませることができると思います。キャラクターに関してはこんなところですね。あとね、最後すごく細かい微調整なんですが、木漏れ日がですね、今かなりこんな風にシャープな形で入っているんですが、こうしてもいいかもしれません。はい、少しね、木漏れ日をぼやかして、ふわっとした印象にしてみました。シャープな色面ってそれだけでかなり目を引きつけますので、こんな風に木漏れ日はぼやかした方がキャラが引き立つかもしれません。あと最後、石垣に咲いているこの花なんですけど、ちょっとね、今隠れちゃってますかね。この花ですね、白なので、この木との明度差で結構目立っちゃってる感じがあるんですけど、そこまで目を引かず、でも彩りを添える感じで、こんな風にしてもいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？あんまり変えてないですけど、すごくね、雰囲気自体は変わったでしょう。それでは最初から見ていきましょう。最初はですね、すごく、表情がね、魅力的に描かれているなと思いました。
なんですが、いくつか、気になるポイント、ここをね、仕上げによって修正していくには、実際に画面の中に、気になるポイントを書き入れて、それを一つ一つ潰していく。全部じゃなくてもいいんですけどもね、一つでも違和感を潰せれば、これがね、一番の仕上げ作業になります。クオリティが絶対に上がりますので、これはやってほしいなと思いました。で、最初に気になるポイントはですね、天候ですね。天候がこの晴れ空ももちろんいいんですけども、こんな風に曇り空にして、ここから光を差してあげることによってね、このアンジュさんのかっこいい雰囲気を強調できるような、そんな天候にできるんじゃないかという提案をしました。で、次に気になるポイントとしては、この上半身というのか、ここの短さが若干気になってました。こういう場合にはどうやって違和感を取ればいいのかというと、この隠しているコートですね。これを一旦取ってみて、こんな風に下を描いてみるんですね。そうすることによって、腰回りが若干足りなかったんだなっていうことに気づくことができると思います。はい。なので、今回はこの腰回りを追加してますね。で、そこにコートを着せてあげるわけです。そうすることによって、自然な体型にすることができます。で、次なんですけども、かなりね、かっこいい表情が描けているっていう風に僕、最初に褒めたんですけれども、ご本人のコメントを読むと、可愛く描きたかったのかなっていう一面も見ることができました。なので、この表情から可愛さを引き出すためには、今ね、若干白目が多すぎる印象です。白目が多いと結構ね、男っぽい表情の強調になってしまいますから、こんな風に白目を減らすことでも柔和な表情、女の子っぽい表情を作ることができます。あとはですね、髪のシルエットですね。こんな風にボリュームを持たせることでも女の子っぽさ、可愛さをね、アップすることができました。で、最後は、木漏れ日の調整ですね。木漏れ日が右を見てみるとわかると思うんですけども、若干シャープな入り方をしていました。なんですが、シャープに入っていると、このシルエット自体がね、すごく強調されてしまいます。なので、こんな風に若干ぼやかしたような入れ方をしてあげることで、このシルエットではなくて、キャラクターのシルエットの方に自然に目が行くようになり、キャラクターを立てることができます。はい、最初と最後見比べてみるとね、こんな感じの仕上げになりました。今回のポイントは、絵を仕上げていく時にはということで、セルフ添削の仕方を解説してきました。違和感があったら、まず文字で書いてみる。そして、それを全部とは言わないまでもできるところを修正してみる。それがですね、一番効果的な仕上げの方法だったりします。特殊な加工をすることだけが仕上げではありません。そこをまずは押さえておいてほしいです。いや、でもさ、それは分かってるけど、特殊な加工で絵をかっこよくする方法も教えてよっていう人はですね、こちらの動画、おしゃれな色1分で塗り終わる方法。こちらはグラデーションマップを使った絵の見せ方。そしてもう1個、簡単イラストをおしゃれに色修査のやり方。こちらもね、おすすめです。興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後に、コーナー。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけん、ポン！それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。